リンリンラン。この歌詞は大切な人とのお別れの時間を経験して思ったこと、感じたこと、溢れた気持ちをリンリンランに込めました。時間は無限じゃないということ、大切な人に伝えたいことは今伝えること、後回しにしちゃいけないんだよってことを。残された時間なんて、寿命なんて、誰もが明日なんてわからない。生きてる間に伝えたいことはしっかり伝えなきゃ。ありがとう、ごめんね、好きだよ、一言でもいいから。その私の大切な人とは父親のことです。ちょっとお父さんが調子が悪そうで病院に行くように説得してほしいっていう電話が母親から来てから、その3ヶ月後には父は天国へ旅立ちました。私が電話で説得したところで言うことを聞くわけがない頑固者のお父さん。病院へ連れて行くにはもう強行突破しかない。即病院の予約を入れて、次の日には東京から実家のある名古屋へ帰って、無理やりお父さんを車に乗せ、病院へ。そこから急展開。検査入院からの余命宣告。父は自分の残された時間が分かっても、平然としていた。いや、平然のふりをしていたのかもしれない。けど、どこか覚悟が決まっているようにも見えた。時間が許す限り、父に会いに行った。名古屋から東京へ戻る新幹線の中では、毎回涙がずーっと流れた。会うたびに痩せていく父を見て、本当にお父さんはいなくなっちゃうっていう悲しい気持ち、自分にしてあげられることが何もないっていう虚しい気持ち、旅行にもっと連れて行ってあげたかったな、お酒を一緒に飲みたかったなとか、孫の顔を見せてあげられなくてごめんねとか、そういうもっとこうしてあげたかったっていう気持ちがぐるぐる頭の中で回って、それが涙という形になって静かに流れた。その中で父にずっと言いたかった言葉がある。それは、あなたの娘でよかった。今までありがとう。でも、ずっとその言葉を言えずにいた。言ったら、本当にさよならの時が来てしまうようで、諦めるみたいで、まだ生きててほしいっていう思いが強くて、言えずにいた。父が入院して1ヶ月経ったくらいに、急変することもある状態だから面会にって、兄からの連絡。ライブがあった私は帰れずにいた。来週すぐに帰ろうと決めて、心配だったから母に連絡を入れたらタイミングよくお父さんの隣にいると。母を挟んでお父さんと話すことができた。でも意識が朦朧しているからか、なかなか会話は成り立たない。来週帰るから頑張ってよって何度も伝えた。よくわからない返答が返ってくる。やっと何を言ってるか伝わったと思ったら、お父さんからの返答は、来週じゃ間に合わないかもな。生きとるかわからん。っていう弱々しい声が聞こえた。涙が溢れた。それを我慢する圧で喉が痛くなる。もう俺のことは気にせんでええ。あなたはあなたのことを頑張りなさい。うん。お父さんありがとう。やっと言えた。ずっと言いたかったんだ。客観的に見たら、会話の流れでのありがとうだけど、私の中ではたくさんの思いが詰まったありがとうだった。こんないろんな気持ちが詰まったありがとうを伝えるのは初めてだった。結果的にこの電話がお父さんとの最後の会話になった。直接会っては伝えられなかったけど、電話だとしても自分の言葉でお父さんに伝えられてよかった。言えなかったら後悔がいっぱい残ったと思う。自分の気持ちを伝えるって恥ずかしかったり、勇気がいったり、素直になれないとね、言えなかったり、人によっては簡単なことじゃないかもしれない。私も得意な方ではないです。でもね、この父とのお別れの時間を経験して、誰もが残された時間なんて明日なんてわかんないんだよなって。だから今伝えたいことはしっかり伝えないと。今伝えないとって強く思いました。
リンリンランはそんな思いが詰まった歌詞になっています。今これを読んで、もしあなたの頭の中に浮かんだ大切な人がいたら、自分が思っている気持ちをちゃんと伝えてみてください。そして思うのは、また出会えると思ってます。今そばにいる人は、何かしらの縁でずっとつながってる気がするんです。だからまた違う形で出会えると信じて、今までありがとう。また会えるのを楽しみにして、今を生きるね。あなたの娘で本当によかった。これからもよろしくね。父さん。